初めは早知根山があるから来たんですよ。早知根山っていうまあなんていうか商売的にね、なんていう人を集めしてくれそうな山があって自然が残ってて、かつあまり宿泊施設がなくて、僕が入り込むのに、いいだろうっていうふうに判断をした。ところがね、とんでもない宝物が実はすぐ裏にあったって。それはもうじいちゃんとおばあちゃん、もうお金も貯金も底をつくような時で探し歩いてたから、でじゃあここに決めた、南向きの縁側決めたと思ったんですね。でいつから住みますかって、今日からでも始めたんです。その日からここで寝袋を引いて寝て、で来たはいいけど、まずは水がないと、まあ沢はあるけどって言って、次の日に何してるって言うから、水を探してますって、飲み水をねホースで引っ張ろうと思って探してますって言ったら、もっと上に行けもっと上に行けって言うんですよ。大きな木が立ってるから、そこの根元から湧いてるとこあるから、そっから行け、あ、住んでも隣に来てもいいよって言ってくれたんだなって。水を教えてくれるっていうこと、嫌なやつやったら教えないでしょきっと。だからなんかこう受け入れてくれたなって思ってすごい嬉しかったんですね。でそこからホースで引っ張っていって水取ってよしよし。結局そういうなんかこうどんどん新しいものっていう風にみんなが追っかけていく、それで切り捨てられてったような暮らしをまあおばあちゃんはずっと淡々と毎年毎年こう繰り返して新幹線使ってきて、さらにそこから山田線で2時間とかかかって宮古行くと結果的に一番時間かかるんです。だけどそのことが幸いしてすごい昔のことがいろいろ残ってるんですよ。例えばおばあちゃんみたいにその電気が通る前の時代の暮らしをつい最近までやってた人がおるとかね、炭焼きを今でもやってる人がいるとかね、どんぐりの食べ方知ってる人がおるとかね。でそういう人がいてるっていうことがある意味宝物だと。でそういう意味で北上山地っていうのは別にこの震災前から僕は日本で一番いいものが残ってる地区やと信じてるわけです。でそれをまあお客さんにお裾分けできるっていうか、民宿っていう形を通してこんなもんもどんぐり食べたことあるかとかね、山菜こうやってこの辺の人食べるんやでっていうふうにして出せると。でそれでいろんな話聞けるっていうことがすごいやってて楽しいんですよ。だから別にその基本コンセプトは別に震災があろうがなかろうが変わらないっていうか、これからの日本の国にとって非常に大事なものが残っている地区に今住んでて、でそれをお客さんにこうちょっとずつお裾分けするっていう仕事ができるっていうのが僕は非常に楽しいなと。これはね妙に岩盤しっかりしててほとんど揺れてない。俺のええ加減に積んだ薪も崩れてないし、皿一枚割れただけ。だからこそね核の最後のゴミ捨て場に狙われるんですよ。ここが北上山地狙ってるんですよ。ラインでね安定してるっていうんで、最終処分所のなんか試験みたいなのを4年ぐらい前に遠野のちょっと開拓地で話があって、今それはなくなりましたけど、太郎はその世界一の防潮堤作ろうっていうんで10メートル近い高さのやつやった。しかもそれを X の字にね作ってて、まあ1回目は多分1列やったんやけど、それからこう派生して X の字にしてね二重にしとったんですよ。で今回はもう軽々それ超えて、俺の友達なんかもう家影も形もなくなって、コンクリートで物を作って何とかしよう、津波を止めようっていう発想がそもそも無理があるんじゃないのか。声が出なくてね、掛け声ばっかりなんかね、絆じゃ絆じゃ頑張れ頑張れって言ってね、やってることは土建や金儲けですよ。これでね目覚めへんかったらもう日本で終わりですよ。返してみれば僕らの子供の時から原子力の平和利用っていうフレーズがやたら使われる。そうセットなんですよ。だから日本人は原爆でやられた記憶があるからすごいある意味原子力にはアレルギーがあるはずなんですよね。けどそれをねなんとかすり替えて平和利用だったらいいんだよ平和利用だったらいいんだよっていうことを言い続けてきたんですよ、ここ50年ぐらいね。それでこうやってどんどん原発作っていく。やっぱりね僕らの仲間で
僕ら以上にそのナーバスになってる人がおって、特に子供が影響を受けますから、子供のおしっこ調べたり、子供のおしっこ調べるの何リットル2リットルって言ったかな、3リットル集められる。おしっこ3リットル貯めるだけでも大変やけども、で1検体2万やったか3万かかるんですよ。でそれで調べてもらったら、一関の子供とかが結構高いその数値が出ちゃったのね。それは福島市内の子供と同レベルぐらいのでね、ところがね、同じ家に住んでんのにね、弟妹出ないって言うんですよ。どういうことか分かります？お昼ご飯なんで、学校給食なんです。学校給食で学校行ってない子には出ないのに、学校行ってる子に出る。地産地消があだになるんですよ。岩手県一生懸命椎茸食べさせてるんです。椎茸の日本一の干し椎茸の生産地、岩手県ですよ。でさすがにね、最近椎茸出さなくなった。日本中の人が今東北に来て、まあ福島の人とか岩手の人がどれぐらいその放射線にビクビクしながら生きてるのかとかね。でこれだけの事故起こってあれだけの人が死んだけども、日本の国は17兆円そこをつぎ込んで、もう国家予算の何年分ものお金をつぎ込んでね、復興復興って言ってるけども、一体何が復興してるのか。復興してませんよ、何にも。そのことを見てもらって、やっぱり日本の今まで進んできた道は間違ってたなっていうことをしっかり再認識してもらって、やり直ししようって、今からでもやり直ししましょうっていうふうに認識してもらうしかないんですよ。変わるけど、なんていうか、ダメだなとは思ってたけども、それでも必死になってそのシステムを守ろうとする人たちがいる。もう霞が関中心にね、なんていうか、それがやっぱりどこまでアホなんやろうって思いますよ。にしても本当はもっともっと宮古の海の幸お客さんに出したいの、俺は。この時期ここに来たら宮古のねっていう本当はタラ出したいですよ。けどもやっぱりそれ出せないで、かなりそのデータ見たらタラにはすごく強く出てるし、これは使えないなって思う。けどそういうことしちゃったんだっていう認識をまず持たなきゃいけないと。単なことを言ったら、経済なんか回らなくったって人間死にはしませんよ。そうでしょ。お金食べてるわけじゃないんだから。だけど食べ物が汚染されるっていうことはもう致命的ですよ。遺伝子が傷ついてコピーされていくっていうことはもう本当に致命的ですよ。俺じゃないよっていう逃げを打ったらダメですよ、やっぱり。それは別に俺が発電してたわけじゃないけども、俺が決定したわけじゃないけども、少なくともこの時代に生きて、この時代に電気使ってた人間はやっぱりなんぼかかんぼか関わってるんですよ。それでよしとしてきたんですよ。そうは言ったってかなりきちんとやってくれてるんだ。俺の目の黒いうちに事故はないやろってどっか高くくってたんです。俺もみんなそうですよ。けどそうじゃなかった。そうじゃなかったっていうことは福一が特殊じゃないんですよ。日本全国50何基全部ほぼ同じ状況だと思う。下手したらもっとひどいところがある。もっと古いやつもあるからね。それをね、外国に輸出しようかっていうんだからね。クレイジーですよ。子供の時にあったかい便座なんかなかったですよ。まあ洋式便座がまずなかった、あんまりなかったけども。薪を作ること。それがね、やっぱりね、知らず知らずのうちに、今東京あたり行ったら、和式の便器でうんこできない子供なんぼでもいてますよ。でもうちょっと経ったら多分あったかい便座でなかったらうんちできない人いっぱい出てきますよ。でそうやってね、生活の中でちょっとずつね、便利やろ、こっちの方が便利やろ、こっちの方が快適やろって言ってエネルギーの消費が拡大していって、それが経済につながっていってるわけですよ。けどその先にはね、破滅しかないんですよ、やっぱし。ヒヤッとするんやったら毛糸で便座カバー作ったらいいんですよ。そういうことをやっぱりもう国民レベルで考えなきゃいけないところに来てるんですよ、すでに。だいぶ前に。
けどそれを目隠ししてきたんです。うちのタさんとか子供はそう思う。今まで日本が戦後ずっとやってきたことの結果これやでっていうことをまずちゃんとなんていうかな、逃げないで見る、受け止めるっていうかね、見て、それでこれからどうしたらいいかなっていうことをゆっくり考えるチャンスやと思うんですよ。ついに来たなって思った、ついに来たなっていう、来る時来たなって、歴史ですよ。全然変わってない人もそう半年ぐらいでそれをね一生懸命今日本の国っていうのはごまかそうとしてるような気がする。いや今までの流れをね維持したいから、今までのシステムで儲けていきたい人たちが今までのシステムを維持しようとするから、けどねそれはね早いか遅いかやでっていう気する。遅かれ早かれ終わることですよ。聞きたくなる。まあちょっと大げさな言い方したらもう最後のチャンスやと思います。これで目覚めへんかったらまあ悪いけど俺諦めますわって言いたいな、これで目覚ませへんかったらね、まあもう見込みないわ。こんだけたくさん死んでこんな偉い事件起こって一生懸命やってるつもりなんですよ。こんな感じでもね。だからこれを維持していきたい、ずっとこのペースでやっていきたいなっていうことですね。やってて楽しいから、もう楽しくなくなった時点でやめようと思ってるし、すごいやってておもろい仕事です。もう次からいろんな人が来ていろんな話聞かせてくれて、俺もいろんなこうやって語るし、でそれをちゃんと聞いてくれるし、すごいこう人間対人間の関係みたいなのがあるんです。そんな全然バーチャルでもなんでもない、もう生身の人間ですよ。もう生々ですよ。ライブですよ。これがすごい楽しいし、なんか仕事してるなっていう実感あるし、なんかもうこの死ぬまで多分これですね。最近の若いもんはみたいな言い方するじゃないですか。これはまあ多分ね100年前も言われてたと思うし、100年後も言われることやと思うけども、実はあんまり実体のないことであって、いや俺は若い人頑張ってると思うよって、少なくともね、俺がここへ来た25年前よりも若い人たちが生き生きしてるっていうか、やりたいことやってる。でそれはねある意味厳しいんですよ。就職したっていつリストラされるかわからない、大学出たからって言ってね、もうリクルートなんとかっていうのも100も200も出してもどこにも引っかからないっていうような現状が今あるわけですよね。けどだからこそね、なんかねこうある意味真剣にみんなねどうやって生きていこうっていうことを考えてるんですよ。バブルの時代でね、まあ適当にやっとったらなんとかなるわみたいな時ってね、やっぱり言うてなんやけどこう若い人がねすごい不真面目に生きてたような気がする。で今厳しいけどもみんな割と真面目に考えてると思うね。で結構みんな行動に移してる。やっぱり食べること大事やと思って農業をやる若い人も増えてきてるし、なんかこう捨てたもんじゃないなっていう実感をこういう民宿っていう商売やっとって、若い人捨てたもんじゃないなって思うシーンが最近多いんですよ。特に震災後かな。だからそこにすごい期待したいなって、頑張ってやっていうんじゃなくて、俺も頑張るさかいお前も頑張れよみたいな気持ちで発信したいですね。若い人にね一緒に頑張ろうやって。偉い時代やけど、偉い時代っていうのはやりようによったらすごいやりがいのある時代やで、おもろい時代やでって、こんななんていうか責任重大な時代にたまたまやけど生まれてきてね、仕事しまへよみたいな